誰に聞いても、被害者に対するいい話しかしない。皆、礼儀正しく、被害者を褒めたたえる。まるでそれが、ルールであるかのように。逆の見方をすれば、余計なことは言いたくない。面倒に巻き込まれるのはごめんだ。田原にはここにいる人間たち皆がそう思っているように見える。つまりトラブルを恐れている。田原たちがいつも関わっている事件の多くは貧困問題が絡んでいた。現代の事件の多くは貧困層の住む世界で起こる。そして田原はあることに気づいた。田原の第六感が田原に警告した。この政治権力の中のどこかに存在している既得権益はこの世の中の貧困の存在を必要としている。つまり前田義彦がいた権力の世界は貧困層の住む世界とつながっているのだ。生活必需品と言われるものがある。つまり生活のために必要なものだ。収入があって必要な金が手に入ればそれは手に入る。だが収入があっても手に入る金が不十分だったらどうなる？生活必需品を手に入れられなかったら生活は成り立たない。つまり生きていけない。生きていけなくなるということは普通の人間には恐ろしいことだ。つまり恐怖を抱えて生きなければならなくなる。それが貧困だ。いつ生きていけなくなるかわからない。もしかしたらそれは明日かもしれない。大勢の人間がその恐怖から逃れるためにいろいろなことをする。例えばある種の人間は自分の不安を自分より弱いものを攻撃することで埋め合わせようとする。そして攻撃されるものは抵抗できなければやがて攻撃する者の言いなりになる。そして搾取が起きる。攻撃され搾取される人間の中にはそれを埋め合わせるためにさらに自分より弱いものを見つけて攻撃しようとする者がいる。そして攻撃と搾取はどこまでもこの世の中の弱い者の方へ向かっていく。
ドメスティックバイオレンス、幼児虐待、老人の虐待。そして、その背景には、この世の中の既得権益にしがみついて、甘い汁を吸う者たちがいる。高級官僚の民間企業に対する天下り受け入れ強要。大手企業の圧力による中小企業に対する値下げ要求。決して取り締まられることのないブラック企業の過激な労働基準法違反。派遣労働法規制緩和により企業に都合のいい無茶な要求を受け入れる派遣労働者たち。それがいつも田原や吉岡たちが見ている世界だった。でも田原や吉岡たちがどんなに戦ってもその成果は思わしくない。既得権益の側にいる者たちは結局は権力に守られてしまう。そして既得権益の側の前田義彦が住んでいた世界はいつも田原や吉岡が関わっている世界とあまりにも違う。貧しい者たちの住む世界はこうではない。田原は事件の捜査のために警察署を出発しなければならなかった。だが相棒の吉岡がいない。トイレにでも行っているのかもしれない。しばらく待っていたが、いつまで経っても戻ってこない。おい、吉岡を見なかったか。周囲にいる者に声をかけてみたが、誰も知らないらしい。仕方がないので、田原は屋外にある喫煙所を覗いてみる。するとそこに吉岡が座っていて、自動販売機で買った缶コーヒーをすすっていた。田原が言った。仕事の時間だってことはわかってるんだろうな。しかもお前は無断で俺を待たせてる。吉岡が田原に気づいて田原の方を見た。何のつもりだと田原が言う。秘密ですよと吉岡が言った。ああ、なんだと田原。実は捜査に出かけるのが嫌で田原さんから隠れてるんです。
何ふざけてやがる。さっさと立て、捜査に行くぞ。と田原は言った。しかし吉岡は立とうとしない。よかったら少し。つまらない話を聞いてくれませんかと、吉岡が言った。何か話したいことがあるらしい。田原は、吉岡の近くに座った。なんだ、言ってみろ。2年前の連続殺人事件を。覚えてますかと、吉岡が言った。2年前、署の管轄内で、9人の老人が殺された。その犯人を、田原と吉岡は逮捕した。犯人は、まだ20歳になったばかりの、あどけない顔をした女の子だった。忘れるわけないだろう。と、田原が言った。2年前のことだ。銀行で自分の預金を下ろして、外に出た老人が、背後からカッターナイフで喉を切られた。老人はやがて、その場に倒れ、喉から溢れる血で窒息死した。銀行から出て、歩いてすぐの場所に、人目に全くつかない路地がある。老人は、そこを通った。そして、犯人はそこで、老人を殺した。犯人は、倒れた老人のポケットから、財布を持ち去った。その財布には、数十万円の現金が入っていた。老人は高額所得者だった。そして、それが始まりだった。銀行を出た老人が、人目につかない場所で背後から、カッターナイフで喉を切られて、殺される。2人目の被害者が殺されて、警察は犯人の目的を、被害者の持っている現金だと、仮定した。怨恨や愉快犯ではない。だから、いつ、どこで誰が、被害に遭うのか、全くわからない。警察は、銀行で預金を下ろす高齢者に、注意を促した。そして警察は、この地域で、高額所得者と考えられる老人を、マークした。つまり犯人に気づかれないように、老人に護衛をつけたのだ。管轄内にも、老人の貧困は多かった。高額所得者の方が、圧倒的に少ないのだ。それでも、高額所得者の老人を、警察がマークするとなると、まるで人手が足りなかった。
しかし他に方法がなかった。そしてやがて、他の6人の老人が殺されて、金を奪われた。犯人は明らかに、高額所得者だけを狙っていた。貧しい老人か、金持ちの老人か。見分けるのは難しいことではない。どんな場所に住んでいて、どんな装いをしているのか。少し観察すれば、それはわかる。そして9人目の老人をマークしていたのが、田原と吉岡だった。9人目の老人が、カッターナイフで喉を切られたとき、はじめ、田原と吉岡は、何が起こったのか、わからなかった。その女は、少女のように見えた。どこからともなく、突然その少女が現れて、老婆は倒れた。はじめは、老婆が転んだのではなく、倒れたのだということが、田原と吉岡には、わからなかった。吉岡は慌てて、その少女を追い、田原は老婆を助けるためにかけた。吉岡は、すぐに少女に追いつき、捕まえた。しかし、田原が老婆に駆け寄ったとき、老婆はすでに死んでいた。最後の老人を助けることはできなかった。犯人はまだ若い。20歳になったばかりの女だった。吉岡が田原に言った。あの20歳になったばかりの女の子を、覚えてますか？まだ、あどけない。可愛い顔をした女の子だった。でも結局、連続殺人鬼は、あの女の子だった。吉岡が続ける。あの時、俺は分かっていなかった。この世の中には女性の貧困問題がある。一人暮らしで必要な生活費を確保できない。食べるのに困るほどの女もいる。そして問題はその数だ。単身女性の3人に1人が貧困層という話があるという。年収約120万円以下。月収なら10万円程度。主に20歳から35歳くらいまでの女なんだそうだ。貧困女子の仕事は最低時給のアルバイトや非正規雇用、派遣社員などが多い。中には貧困から脱出したいあまり、風俗へ行く女もいるが、それでも低賃金のままってこともある。
貧困女性は、仕事が不安定ということが多い。そもそも、雇用が不安定で、雇われていても、仕事が毎日あるわけではなく、結果的に収入も少ないケースが多いんだそうだ。中には正社員なのに、フルタイムで働いても、給料は最低時給と同レベル。というケースもあるんだそうだ。彼女らは、栄養状態が悪く、疲労を溜め込んでいる。病気になりやすい。そして、もし病気になったら、金を稼げない。アパート代すら出せない。そうなったら、ネットカフェ難民だ。肉体面、精神面も、どんどん厳しくなっていく。そして女の貧困には厄介な問題がある。貧困に陥っている女というのは、周りから見ている分には、普通の女と見分けがつかない。ボロボロの服を着ているわけでもないし、メイクもちゃんとしている。ガリガリに痩せていても、女の場合は、貧困が原因とは限らない。しかし、よくよく見ていると、同じ服を着回していたり、質素なものを食べている。他人からの誘いもほぼ受けない。美容院にも行かない。電車を使わなかったり、病院にも行かない場合がある。しかし気づく人間はあまりいない。そして貧困女性は、ホームレスにはならない。ホームレス手前で、踏みとどまってしまう。ゴミや廃品を拾うような、貧困女性はいない。日本で貧困というと、まだまだホームレスを想像する。寝床は公園のテントや段ボール。食事はどこかの施設の炊き出し。日中はゴミや廃品を拾う。だが女の場合は違う。取り調べで、なんであんなことをしたのか、俺は聞いた。あの娘は答えた。自分が死ぬよりも、他人が死んだ方がいい。俺は思った。確かにあの娘の言う通りだ。自分が死ぬよりも、他人が死んだ方がいい。誰だってそう考える。そして、それが連続殺人事件だった。再生リスト10に続きます。